はい、こちらはバレリーナを水墨画で描いたものです。この方は、長年バレエをクラシックバレエを習われていて、1年半ぐらい前でしょうか、私のところに来られた時に、いつか水墨画で、バレリーナを描くのが夢ですというふうにおっしゃっていた方です。私は今回早速水墨画でバレリーナを描いて掛け軸にしたらどうかというふうにお伝えしたんですけれども、体全体を描くのはさすがに難しいと思ったので、足だけ、の構図にしてはどうかというふうに提案しました。そして私はバレエのことは全くわからないんですけども、ご自分でこの足のポジションが好みだとか、これがいいという何かそういったものがあったら、その写真を 2,3 枚アトリエに持ってきてくださいというふうにお伝えしました。そして選ばれたのがこちらのポジションですね。足の甲が出ているところがいいとか何かいろいろあるそうなんですけども、いまだに私もどういったポジションでよかったのかわからないんですが、このバレリーナは足だけで表現することがやはりなかなか難しいところがございまして、途中体も入れた方が良かったのかなと思い直したこともあったんですが、観光することにしました。2ヶ月ほど猛特訓をしまして、描きまして、最初のうちどうやっても絵になれなかったんですね。そしてこれ最後にしよう、一番最後のレッスンで、これ最後にしようということで、私が隣にいてつきっきりで、一緒に描くようなことをしました。例えばここをいつも薄くしてしまうけども、ここはもうちょっと濃く表現しましょうっていうふうにして、私が筆を取ってそこに墨をこれぐらいの量で墨をつけて、そしてここからここにこういう形を描いてとか、この筆を動かすスピードは、例えばこういうふうにしてこう少し押さえ気味にしてパッと離すとか、そんなことを隣で、逐一このどの部分にも、言いながらこうしろというふうに、書かせたい一枚がありました。さすがにそれは一番その2ヶ月ほど、猛特訓した中で一番出来が良かったんですが、本人はですね納得してくださいませんで、それは一番いいかもしれないけどほぼ私が描いた作品だから、守備したくないというふうに言われたんですね。そして、その後私がちょっと目を離している隙にもう私がいろいろ言った逐一言ったアドバイスがまだ心の中に、熱く残っている間に本人が一人で自力で描いたのがこの作品です。一番最後の作品ですが、本当にいろいろなところで奇跡が起こって、その中でも一番印象的ないい作品になりました。面白いのはこの父の表現ですけども、この父の上に落管が載っています。これは丸にこのサインが入っているのはこの円印という落管なんですね。円印と呼ばれるスタイルの落管です。もともと画家は本当は円印を押していましたけども、今では少しクラシックすぎる趣味になってしまって、知ってる人があまりいなくなりましたが、美術館なので昔の作品をよく見るとこういった丸い落款が押してあると思います。三木さんというふうにおっしゃる方なんですけども、ひらがなの「み」にひらがなの「き」を白鳥の湖の白鳥になぞらえて、鳥の